私はもともとそのイラストとか絵を描く方しかやったことがないから、アニメーションのシステムなんて知らないので、だってこれが綺麗なんだもんって言って、こういう風に表現したいんだよってやってるうちにいつの間にかルールを破っていただけです。でその中から選んでこれがいいって試しにマッドハウスに行ってみたら、じゃあ勉強のために行っておいでって言ってくれたんですよ。自分の会社の中のプロジェクトがあるにもかかわらず。すごくないですか、マッドハウス。7はね、忙しすぎて、あまりに寝れなすぎて、食べれなすぎて7キロ痩せました。7だけに。これ日本語でしか通じない。うまく訳してください。A place that has created legendary anime for over 50 years. A home to some of anime's most famous creators, Madhouse. What makes this place and the people who have been there so special? マッドハウスの石塚敦子です。ヨーロッパの方とかですと、例えばノーゲームノーライフとか、あと空よりも遠い場所、最近ですとグッバイドングリーズというオリジナルの映画を作らせていただきました。よろしくお願いします。An art university graduate, Atsuko Ishizuka first worked in independent animation before quickly joining Studio Madhouse, where she remains to this day. There, she learned the ropes as assistant director on Nana and attained worldwide success directing hit anime No Game No Life and A Place Further Than the Universe. For this episode, we hear the story of one of the most beloved directors of today's Madhouse. 実は私、その個人でアニメーションを作っていたのも、別にアニメが好きだからアニメを作りたいから作るっていう感覚ではなかったんですね。どちらかというと、その自分に何ができるかわからないっていうことを大学時代に一生懸命探っていった時で、たまたまそのパソコンを手に入れて、でたまたま美大だったので絵を描くことが好きだし得意だし、で物語を読んだり書いたりすることも好きだったし、小さい頃からずっと音楽に触れてきたっていうので、その要素を全て合体させて自分に何ができるかっていうのを試してみたら、それがアニメーションだったんですね。でもアニメーションのことを何にも知らないから、例えば個人でアニメーションを作り続けている人がいるっていうことも知らなかった。アニメって言ったらテレビで見たことがあるドラえもんとかサザエさんとか、ああいうやつだって思ったので、だったらそういう会社を探そうっていう考え方だったんですよ。だから自分は作家だとも思っていなかったし、自分ができることと知っていること、得意なことを組み合わせたら、テレビで流れているアニメーションもしかしたら作れるかもしれないっていうので、この世界に飛び込んだっていう流れなんですね。なので実際にこの商業アニメの世界に入ってみると、すごく個性的だって言われるかもしれないですけど、私は実はそういう自覚は持っていなかった。今でもあんまり持ってない。ただ他の人たちとそのアニメに関する最初の捉え方が違うっていう自覚だけはあります。私は実は仕上げも含めてデジタルの作り方しか知らないんですよ。そのスタジオに入った時には、その昔使っていたセルだとか、その紙で書いていたものっていうのがちょっと棚の上に埃をかぶって残っていたりはしたんですけど、私はもう逆にデジタルしか知らなくて、いわゆるデジタルネイティブと言われる世代のちょうど先頭らへんになるのかな。なんで当時仕上げさん、私が見た限りではもうデジタルのやり方は当たり前にはなっていたし、ただその撮影の表現方法としてどうしてもそのデジタルらしいチカチカした画面になってしまうから、でどうやってそのデジタルペイントと紙で描かれた背景をなじませて一枚の絵として美しく仕上げるかっていうのを撮影が工夫している段階だった気がします。もともとアニメ会社をほとんど知らなかったんですけど、アニメの業界に入ろうって目指した時にたくさん調べて、実は私ドラえもんが一番好きだったんですよ。っていうかそれしか知らなかったぐらいなんですけど、ただ好きなものを自分でいきなりできるかどうかもわからないのに手を出すのすごく怖かったし、ドラえもんが作り物だっていうのをまだ実感できてなかったんですよね。皆さんそうだと思うんですけど、アニメってあって当たり前のものっていうか、そこにあるものをただ見るもの
ただ楽しむものであって、自分が一生懸命苦しんで生み出すものっていう認識で見てる人って少ないと思うんですよ。私もその感覚だったから、まずは普通に見て面白いなって思ったアニメーションをどんな人たちが作ってるんだろうっていうのを調べていって、たまたまマッドハウスが手掛けていた作品をいくつか見たことがあったんですよ。具体的にタイトルを覚えてないですけど、例えばやわらとかもそうですし、子供の頃にそういえば見たことあるなっていうものがすごくたくさんあった気がします。でこの会社だったら、その子供から大人までいろんな人に向けたすごく幅広い作品を作ってるスタジオだなと思ったので、あんまりその色が染まっていないっていう印象を当時は受けて、ここだったら自分の合ってる作品、自分がこの作品だったら自分にも参加できそうだっていうものが見つかるかもしれないと思ってマッドハウスを選んだんですよ。入ってみたらすごい色が濃かったですけどね、個性的で好きで見るとか趣味で見るっていうファン目線よりも、勉強するためにたくさん見なきゃっていうふうに思って、さすがに何も知らないまんまアニメーションの業界でずっとやっていけるなんて思わなかったので、その時々で自分が勉強すべきものっていうのを見るようにしました。出崎監督の作品とかよく見ました。やっぱりマッドハウスで演出を学ぶってなると、そのセル時代にどんな工夫がされてきたかとか、そのアニメーションの技術の歴史を知るっていう意味でも、宝島とかすごく見ていてかっこいいなと思いましたし、ああいう昔ながらの、まずそのアニメーションの用語を覚えるっていうところもあるんですけど、そのものの語り方であったり絵コンテの書き方であったりっていったところを、そういう古いアニメーションからまず学ぶっていうのをスタートしました。マッドハウスに限らずですけど、その今でも大御所と言われる監督たちのアニメーションは、その好きとか嫌いとか以前に、まず一度見てどんな表現がされているのかっていうのをまず勉強しなきゃっていうふうにいろいろ見ました。あの頃はすごくエネルギッシュなスタジオだなって思ったんですよ。もちろんアニメスタジオは私は最初からここしか知らないから他と比べることはできないんですけど、誤解を覚悟で言うと子供みたいなんですよ。みんなすごく素直でまっすぐでストイックで、アニメを作ることが好きすぎるっていう。だからそのためにも会社で寝泊まりしてても、みんなどんなに疲れててもやっぱり楽しそうだし、作るってものすごく苦しいんですけど、作った後はやっぱりみんな作ってよかったっていう顔をしてるんですよね。なのでやっぱそのエネルギーっていうのは最初に一番感じました。私が入った頃からようやく増え出したぐらいじゃないかなと。当時のその仕上げとか動画とかには女性スタッフ結構いたんですけど、ちょうど私が入った制作部ですね、制作進行とかがいるところにはそんなにたくさんはいなかった。ただ私の同期だと女の子が半分近く、男女比でいうと大体半分近く、4割ぐらいかな、女性が入ったので、ちょうど私が入る1年2年ぐらい前からようやく女性スタッフが増え始めてきた頃ですね。なんかこういうこと言うとすごい孤独な人みたいだけど、あんまりもう自分のことで精一杯すぎてそう何にもわからないのに、周りにはすごい力のある才能のあるスタッフが溢れていて、そんな世界に突然飛び込んでしまって、しかも何にもわからないのにいきなりその月のワルツとか自分で作ることになったってなると、周りを見てる余裕がないんですよ。本当に余裕がなくて、でもどちらかというと同期の仲間っていうよりは、その当時私が分からなくていろんな人に助けを求めた時の演出の先輩であったりとか、当時の監督であったりとか、そういった年上の先輩方、先生方にはすごくお世話になって、今でも可愛がってもらってます。当時は絶対その引き受けることができないと思ったので、一度お断りしたんですよ、 NHK さんの方に。そしたら NHK さんの方が、じゃあちょっと一回マッドハウスと話しましょうっていうので会社に話をしたら、これも偶然その時私を担当していたプロデューサーさんが面白そうだからやっちゃえばっていう半分遊び半分みたいなノリで返事をしたんですよね。それで初めて引き受けることになって、でも会社としては仕事なので本当はお金にしなきゃいけないんです。お金をね稼がなきゃいけないんですけど、もうそんなの関係ないって言って面白いからやっちゃえやっちゃえって言ってやらせてくれたんですよ。すごく珍しいことだと思います。実は私一人で書いているわけではなくて、もちろん
現場、私が当時参加していた作品モンスターの現場で実際に参加されてたベテランのアニメーターさんがたくさん入ってくださっていて、その中にはその後私がずっとお世話になる金森さんとかもいらっしゃったんですけど、そうしたすごいベテランの方が実は参加しているので、なんかまるで私一人がすごいものを作ったみたいに見えてしまうかもしれないですけど、とんでもないです。すごく豪華なアニメーションです。金森さんは私がマータハウスに入って一番最初にお世話になったアニメーターさんだと思います。私にとってはもうお父さんって呼べるような人なんですけど、お父さんに甘える感覚で、もうわからないよお父さん教えてっていろいろ教えてもらっていて、ちょうど金森さんの娘さんが年齢としてはそんなに離れてないんですよね、私と。なので金森さんも会社の中に世話の焼ける娘ができたって面倒見てくれました。いろいろわからないこと何でも聞けば教えてくれたし、その青い文学のシリーズやってる時に、その丸山監督が私に期待するっていうのはすごく分かっていたんですけど、その期待通りの絵コンテが描けないだとか、その期待通りのアクションシーンが思いつかないだとか、すごくいろいろ悩んだ時期があったんですけど、その時に金森さんにどうしたらいいですかって、お父さん助けてって悩み相談に乗ってもらったりとかいろいろしましたですね。モンスターは実は家にはあったと思うんですよ。私兄が2人いるんですけど、その兄2人とも結構漫画を読むのが好きで、私の部屋にもその兄が買ってきた漫画が溢れてたんですけど、多分読んだことはあるはず。ただそんなに時間をかけて読み込んだりはしていないので、そういえば家にあったな、有名な作品だな、みんな知ってるなっていうぐらいの感覚でした。ちょうど私が何も知らずに業界に入って一番最初に出会ったのが小島監督。監督ってどうしても自分でジャッジしなきゃいけない、いろんなものを決めていかなきゃいけないから、ものすごく自分の意見を強く持ってる人なんだろう、悪く言えばわがままな面を強く持ってるんだろうと思ってたんですよ。ものすごく個性的で、他の人の言うことも聞かずに俺はこう思うんだっていうアーティストみたいな人とかもたくさんいるんだろうなって思っていたんですけど、モンスターで小島監督の仕事の仕方とかも見ていて、どちらかというとその机の上でやる細かな技術というよりも、スタッフに対する対応の仕方であったりだとか、その作品全体のまとめ方だとか、なんかそういう監督の姿勢みたいなものをよく見ていたなと今改めて思います。で小島監督はそのあたりはすごくバランスの取れた監督だなと思っていて、自分でこうしようっていう全体像をはっきり持ってるんですけど、他のスタッフの言うことを全部しっかり聞くんですよ。であまり口うるさく言わずに、それぞれのスタッフのポテンシャルを大事にするっていう印象を受けて、で浅香監督もどちらかというとそういうタイプで、自分の世界観っていうのはものすごく個性的なものを持ってるんですけど、他のスタッフの力をすごく信じるんですよね。でそうした監督のやり方をずっと見てきていたので、私もそういう風になりたいなと思って、今でもそう心がけてはいるんですけど、浅香さんは7の時に初めてご一緒したんですけど、あの時もすごく忙しい時期だったんですよ。そのスタジオの中も作品同時に作らなきゃいけないものがたくさんありすぎて、他のスタジオでもちょうどアニメーションの数が増えてきた頃だったので、スタッフも足りないし時間も足りないしっていうので、ものすごく忙しかった時期なんですけど、でも忙しかったからこそ浅香さんにいろいろ聞きたくても聞けないし、浅香さんもわざわざ新人に一から教えている余裕もないしっていうので、一生懸命浅香さんがやってることを見ながら真似して学習するっていう感じでしたね。7はね、忙しすぎて、あまりに寝れなすぎて、食べれなすぎて7キロ痩せました。7だけに。これ日本語でしか通じない。うまく訳してください本当に忙しかったんですよ。全然家にも帰れないし、作っても終わらないし、時間もないしっていうので、その当時私はまだ新人で、本当はいろんな仕事をこれから覚えていかなきゃいけないっていう段階だったんですけど、忙しすぎてやることが多すぎるから何でもかんでも手伝ってたんですね。浅香監督が大変そうだってなったら、私手伝いますって言って手伝って、もう若いからって体力の許す限り無茶をしてたんですけど、そうしたら
まあそこまでその監督の手伝いだったりとか他のエピソードの演出のお手伝いとかしてるんだったら作品全体に広く関わっているから肩書きとしても監督助手っていう肩書きを与えてしまってこのシリーズ全体通してその演出面を支えてくださいっていうふうに言われたのでもともとその監督助手として始めたわけではなかったたまたまその私のやり方が全方位に首を突っ込みすぎたのでだったら監督助手でいいんじゃないっていう判断ですね。会社に入ってまだ他の人の名前もほとんど覚えてない頃にいきなりそのコンさんが夕食ディナー食べているところに呼ばれたんですよ。なんか新人で一人面白い子が入ってきたらしいじゃないって言って。でその時に私はコンさんのことはもちろん、以前から知ってはいたんですけど初めてお話しするしアニメのこと何も知らないしその作品作りに関する哲学とかも何にも持っていない素人みたいな人がいきなりコンさんの真向かいに座ってで君はどんな作品が好きなのとかそのどういうビジョンを持ってるのとか聞かれるじゃないですか。何にも答えられないからこう何かいいことを言ってるふりをするというかコン監督が好きな作家さんのタイトルを試しに上げてみたりとか私その作家さんの本読んだことあるんですよとかでどうだったって聞かれても深く話せないじゃないですか。いや面白かったですって言ってもコン監督にはなんだそれってなるからなんかその時になんか嫌われたんですよね。君とは一緒に仕事しないって言われてまあそうだよなと思ったんですけどでもその後1年か2年経った後に会社の中でまたコンさんとお話しする機会があったんですけどその時にはなんか応援してるよってすごく言われて友達になろうって手差し出されたんですよ。なんか変われたのかなって思ってすごく認められた気がして嬉しかったです。最初は怖いなって思いました。でもその後ずっと会社の中で仕事をしている姿を見ているとやっぱり本当に純粋に作ることが好きな人なんだっていうのが分かったので、自分からねこんにちはって簡単に声をかけることはなかなかなかったですけどでも怖いとはそんなに思わなかったです。見た目は怖かったですけどねちょうどその頃日本でライトノベルが流行ったんですよ。でマタハウスが結構やってこなかったジャンルというか深夜アニメでいわゆるそのオタクと呼ばれる人たちに喜んでもらえるコンテンツを自分たちで作っていこうっていう機運が高まっていた頃だったんですよ。で私自身もちょうどシリーズの監督をどんどんやっていこうって会社が考えていた時期だったのでじゃあライトノベル頑張ってみようか若手監督としてライトノベル勉強しようかっていう時に何冊か候補が上がったんですよ。もちろんマッタハウスの社内でもこういうライトノベルどうですかって私に話が来たりでその中で外からですね JC スタッフのプロデューサーさんからこういう原作興味ありませんかっていうのも同時に来ていた。なので私の前に社内でアニメ化したいタイトルが何冊かとその JC スタッフのプロデューサーから来た桜草のペットの彼女が1冊でその中から選んでこれがいいって試しにマットハウスに行ってみたらじゃあ勉強のために行っておいでって言ってくれたんですよ。自分の会社の中のプロジェクトがあるにもかかわらずすごくないですかマットハウス。懐が深い。ライトノベル自体ほとんど読んだことがほとんどというか1冊も読んだことがなかった。昔スレイヤーズちょっと読んだことありますね。なのでほとんど読んだことがなかったので、いろんなものを読み比べていった中でそのライトノベルに馴染みがない人間としてはその異世界ものだったりとかそのファンタジーバトルものとかよりも桜草のペットの彼女はすごく理解がしやすかったんですよ。やっぱりその現実世界を舞台にしているしその自分自身も芸術大学っていうちょっと特殊な道を選んだ人間であったしそのものづくりについて考える若者たちのエピソードだったのですごく分かりやすい入り込みやすいって思ってでなおかつ文章もすごく好みだったんですよ。なのでどうせ私がやるんだったら一番自分が共感しやすいものがいいなと思って桜草を選びました。実はね連れて行ったわけではないんですけど自分がその現地に入った時に周り全員知らない人じゃないですか。当然初めて会う人たちだし初めての現場初めてのやり方でたまたまねエンディングとか誰にお願いしようか誰か一人で仕切れるような作
家さんみたいな人がいた方がいいよねっていう話をしてたら、マッドハウスが今リンさん手空いてるよって連絡くれたんですよ。じゃあ頼んでいいですかって言ってお願いしたら引き受けていただきまして、タイミングが良かったんですよ。すごくあれでリンさん忙しかったら他に頼む人いなくて私すごく困ってたと思うんですけど、リンさんの描く世界観は私すごく好きかもしれないですね。でもかといってその直接影響を受けてあの世界観を真似しようって思ったことは実はないんですけど、好みが合うとか波長が合うとか、なんかそういう自分の中に持っているファンタジーの感覚が近いとか、おこがましいですけど、なんか好きだなって思う絵作りだったりっていうのをすごく感じます。実はそんなに意識して派手にしてたつもりはないんですよ。その桜草とかノーゲームノーライフとかライトノベルなのって原作のイラストがもともとあるじゃないですか。でそのイラストの色使いっていうのは素敵だなと思ったから、それを再現しようとしただけなんですよね。ただやっぱりアニメーションの作り方、特に日本のジャパニメーションの場合、そのシステム化されたものなので、色の作り方にも当然ルールや傾向っていうのがあるんですよね。私がそれを知らないから無視したっていうだけなんですよ。なので仕上げさんからはここにそんな色のせるのって最初は抵抗があって、バランスの取り方が難しくなるから今までのルールが通用しなくなってしまうので、スタッフと共有するのが難しくなるので、最初はやっぱりどうしたらいいんだろうって悩ませてしまうこともたくさんあったんですけど、でも私はそんなの知らないからイラストの色が綺麗なんだ、私はもともとそのイラストとか絵を描く方しかやったことがないからアニメーションのシステムなんて知らないので、だってこれが綺麗なんだもんって言って、こういう風に表現したいんだよってやってるうちにいつの間にかルールを破っていただけです迷惑かけてますこれもなんか意識的にそうしようって思ってるよりは、単純にその普通のアニメーションの方程式から外れた表現を知らず知らずのうちにやってしまっているってことだと思います。それをちょっとだけ意識したのが実はよりもいなんですよ。よりもい、それよりも遠い場所を作る時に、そのアニメ好きのためのアニメではなくて、映画とか実写とかドキュメンタリーとかそういうものを親子で見るのが好きっていう人たちがこのアニメーションを見た時に受け入れてほしいって思ったんですよね。すごく人間的なドラマをせっかく描くのであれば、全てを記号化してしまうアニメよりももっと実写に近い感覚、映画っぽい撮り方をしたいと思ったので、そこでは記号をあえて省いて、全てをその映画的な手法で撮っていくだとか、その象徴的なショットを入れてしっかり考えてもらうとか、そういう表現をちゃんとしようって意識したのはそこからです。でね、ノーゲームノーライフをやってた頃、劇場やってた頃かな、もう忘れちゃった。その時にその脚本がちょうどクランクアップしましたと。もちろんアニメの現場はこれから動くんですけど、脚本しか終わってないから。で脚本が終わったねっていうタイミングでみんなで焼肉食べに行こうって言って、脚本家さんとその角川のプロデューサーさんとご飯食べに行ったんですよ。で次何やるって話をいきなりしだして、まだ自分の現場も残ってるのに次みんなで何やろうねって話してた時に、オリジナルやっちゃおうかって、女の子主人公にしてさ、なんか部活動ものやろうかって言ったらいいねって話になって、焼肉食べながら決まったのがそれよりも遠い場所ですそんな流れなんですよ本当に。もしかしたら本当はあるかもしれないです。ちゃんとマッドハウスの社内で企画書ってちゃんと作るんですよ。でいろんな企画書のアイデアだったりを社員に募集したりもするし、でそれをそのメーカーさんであったりとか制作委員会であったりっていうのと一生懸命揉んでようやく形にしていくっていうのが、おそらくは本来正しい形ですね。私の場合はそうじゃなかったけど、焼肉食べてて生まれたプロジェクトです私の場合はどちらかというとやっぱり社員なので、もうこのスタッフを使ってほしいだとか、そのスタッフのスケジュールやルーチンに合わせて、大体決まった人と同じペースで仕事をするっていうパターンが多くなるんですけど、でも例えばその監督の個性だったりを求められている特殊な世界観だったり特殊な表現が必要ってなったら、その道のプロフェッショナルであるアニメーターをやっぱり呼びたいってなるし、その監督が自分がこの作品にはこのキャラクターデザイナーしかありえないっ
言ってものすごくわがまま言ってテーブル叩き続けたらその人を呼べるかもしれないし、でその脚本今回花田さんと一緒にやることになったのはやっぱりノーゲームノーライフ一緒にやっていて、で私は花田さんの脚本がすごく好きなんですよ。なのでもう一回花田さんと一緒に仕事したいなって思ってた時に、花田さん自身もそのオリジナルにすごく興味を持っていたので、じゃあどうせだったら私たちでオリジナル作ろうよっていうのがその焼肉の場での会話になって、で2人で作るんだったらなんだろうねっていうのを一生懸命考えてた時に、やっぱり女の子主人公にして応援できるものっていうのを作りたいじゃないっていうので企画が生まれたんですけど、なのであれはもう花田さんありきというか、花田さんと一緒に焼肉食べてたから生まれた企画だったりします。でそのよりもいを作った後にそのよりもいでちょっと映画的な表現っていうのをちょっと意識してテレビシリーズを作ったとさっきお話ししたと思うんですけど、じゃあ映画だったらどんな表現になるんだろう。でもともと私はテレビシリーズのアニメーションにほとんど触れて生きてこなかった人間なので、どちらかというと映画の方が身近な感じがしたんですよ。じゃあ映画でオリジナルでもう一回やってみたいよねっていうのを角川のプロデューサーにご飯食べながら話してたらやりましょうってなってそこからまたご飯食べながら生まれたのがグッバイドングリーズです。やっぱりその自分の居場所を作ってくれる場所なので、またハウスはマイハウスってとこですかね本当に居心地がいいですよ。でもだからこそね、この甘えちゃうのも良くないと思うんですよ。マタハウスは居心地がいいからって言って甘えてるといつまで経ってもね、自分自身の道っていうのを追求できないじゃないですか。でも今幸い自分のオリジナルにどんどんチャレンジさせてくれる環境もマタハウス内にあるので、これからね自分でどういう作品を作っていくかっていうのを一生懸命考えていくっていう意味でもね、今こうして腰を据えてせっかくなのでこの環境に甘えさせてもらいながら頑張っていこうと思います。これってもしかしたら私の性格の問題かなとも思うんですけど、自分の身の回りのことを考えるのが嫌なんですよ。請求書書くとか税金のこと考えるとか、自分の生活のために仕事のスケジュールを組むとか、そういったことが全くできないんですね。もう何か作るとなったらそのこと以外はやりたくないしできないし、今日が何月何日何曜日かも分かってないで生きてるような人間なので、むしろフリーランスではやっていけないんですよしかもマタハウスにずっと長いこといて、で私のことをすごく大事に育ててくださった先輩方もたくさんいて居心地がいいんですよね。なので別に私一人で独立して名を上げようっていう欲望がないから、こんな居心地が良くてこんなにお世話になってで自分が作るもの以外のことは何も考えなくていい環境を整えてくれるっていうのがすごく肌に合っていたっていうだけです。Our interview with Atsuko Ishizuka comes to an end. This marks the end of the first season of Madhouse Mind Probe. What was your favorite episode? What would you like to see next? Tell us in the comments. Don't forget to like and subscribe to help the channel grow and to not miss upcoming videos.